球連邦軍とジオン公国軍のモビルスーツ MS 開発思想の比較論。宇宙世紀におけるモビルスーツの開発史は、ジオンと連邦という異なる価値観を持つ勢力が共通の兵器体系をめぐって全く異なる道筋を歩んだ記録でもある。両者は人型兵器という同じ形を選びながら、その在り方、運用思想、そして設計理念には決定的な相違があった。これは単なる軍事的選択ではなく、国家の成り立ちと戦争間の差異が如実に反映された結果である。ジオン公国軍の MS 開発は戦術的革命を前提とした突破の思想に根ざしていた。ザク2をはじめとする初期の MS はミノフスキー粒子の散布によって遠距離兵器が無効化される戦場環境の中で白兵戦による局地的優位性を一撃で確保するための兵器として開発された。すなわち数的劣勢や戦略的包囲を打破するための出入居した兵器体系であり、ジオンの MS はその時々の戦術的課題を一気で変える存在として設計されてきた。この思想はグフやドムといった近接格闘、高機動型 MS の開発、さらにはゲルググにおけるビーム兵器の導入、そしてキュベレーやサザビーにおけるニュータイプ兵器ファンネルサイコミとの融合へと進化していく。特に終盤の MS はパイロットの能力と一体化する機体という方向性を帯び始め、ジオンの MS はやがて意志を拡張する器、精神の延長としての兵器へと変貌していく。そこには常に技術の限界を超えて人の可能性を体現しようとする前衛的理想主義的な衝動があった。対して地球連邦軍の MS 開発は精度と安定を重視した管理の思想によって方向づけられていた。ガンダムの登場こそ技術的にはジオン MS に匹敵する性能を示したが、連邦が真に求めたのはガンダムそのものではなく、ガンダムの技術をいかに標準化し大量配備可能な形に落とし込むかであった。ジムという量産型 MS の誕生はその象徴である。連邦の MS は常に多数運用、整備性、コストのバランスが重視され、戦場を均質に制圧するための部品として設計されていた。この際は後年に至っても基本的には変わらないゼータガンダムやニューガンダムといった高性能機が登場しても、それは個人の戦闘力で戦局を覆すためではなく、新技術の試験や象徴機としての側面が強く、あくまで量産主力機を支える特例として扱われる。つまり連邦における MS はいかにして制度の中で安全に使える兵器として落とし込めるかが本質であり、それゆえに一気で戦局を変えるという思想を否定し続けた。この比較を一言で表すなら、ジオンの MS は戦場を変えるための兵器、連邦の MS は秩序を守るための兵器である。ジオンは MS に人の理想を、連邦は MS に人の制度を託した。それは設計図だけでは見えない思想の差異であり、宇宙世紀という物語の根底をなす対立軸でもある。そして最終的に両者はサイコフレームという技術を介して人の意志が兵器に宿るという同じ終着点にたどり着いたが、その意味は全く異なっていた。ジオンはそこに理想を見、連邦はそこに制御不能の危機を見た。MS という兵器は戦術の道具であると同時に国家の鏡であったのだ。チャンネル登録、高評価お願いします。